静かな庭園の奥、いつものようにおじさまと少女がお茶会をしています。おじさまは少女に物語を聞かせてくれました。少女はおじさまの物語も楽しそうに話すおじさまも大好きでした。その日は少女の誕生日。おじさまは別れ際にリボンをプレゼントしました。少女は喜び、おじさまも次のお茶会はそのリボンをつけておいでと言って別れます。しかし少女は白いウサギを追いかけて不思議な世界に迷い込んでしまいました。それでも少女はおじさまとの約束を忘れません。少女は再びおじさまに会うまで世界を旅し続けることになりました。再構築されるライブラリをアリスは進む。さまよっている様子だが足取りは軽い。まるでこの先に待つ人物が誰であるか確信しているように。そして長い長い物語の果てについに二人は開口する。暗い森で寂しそうに月を見上げる紳士。間違いない。ルイス・キャロル。あの人。心から震えるように喜びが湧く。どのような言葉をかけようか。何度もイメージしてきたはずなのに。再会の喜びを口にしようとしても、少女の声は泣き声にしかならない。やけに深刻そうな表情だ。もしかしてお嬢さん、迷子かい？焦がれ続けた作者のセリフは、落胆、虚しさ、疑念、焦燥、怒り、あらゆる負の感情で再会の喜びを塗りつぶした。私はアリス。あなたがくれた名前。忘れるはずないよね。そう言いたげな声色で少女は名乗る。アリス。彼女はまだ幼く、違う。苦悶の表情で髪をかきむしるキャロルの表情は、まるでろうのように白く染まり、ナイトメア化の兆候を示す黒い影が、彼の体を覆い始めていた。どうしたの？大丈夫？大丈夫。怖くないよ。私が守るから。私がいるよ。大丈夫。私も大丈夫。今までの悪夢に比べたら。あなたがいてくれるだけで十分すぎるくらい幸せだよ。安心して。私があなたを元に戻してみせる。
変だったね。あなたの中から私のこと以外にもたくさん消えちゃったみたい。でも大丈夫。少女は自らの体が傷つけられることも厭わずに暴れる作者を抱きしめる。最後に抱きしめてもらった時には胸のあたりにあった両腕が今は腰の高さになっている。それは二人が再会するまでの時の流れを示していた。ゆっくり思い出せばいいから。少女は微笑みと泣き顔の混じる精一杯の笑顔を必死に作った。私はうまく笑えているだろうか。情けない表情になっていないだろうか。今一番辛いのはあの人だから、私がしっかりしなくちゃ。恐怖に打ち勝つ力。私は戦い続ける。7歳の誕生日にもらったリボン、ずっとつけていたんだよ。もしあなたが忘れてしまったとしても、私はずっと覚えているからね。鼻の先で必死に涙をこらえる。少しでもこの均衡を崩すと涙が止まらなくなる気がするから。
全倒す。この勝利は彼のために。あの人を覆う闇が落ち着くようになってきた。きっと彼も自分自身の闇と戦っている。だから私も。チクッとしますよ。かつての私もそうだった。自分の欲望と対峙し打ち勝った。だから彼も。チクッとしますよ。私は戦い続ける。また二人で笑い合えるようになったら絵本を読んでもらいたいな。内容は何でもいい。あなたの声が聞きたいの。圧殺する。
この勝利は彼のために。私、紅茶入れるの上手になったよ。でもあなたは私を笑わせようと話に夢中になって、いつものように紅茶はぬるくなっちゃうかもね。炊いたてのシーツ。私は戦い続ける。あなたの骨張った手が好き。いつかまたその手で私を撫でてくれる。洗いたてのシーツ。私は戦い続ける。どれだけ言葉を交わしても、キャロルは目の前にいる少女をアリスだと認めなかった。そしてナイトメア化の兆候が色濃くなるたび、明確な敵意を持ってアリスに力を振るうようになっていった。もはや戦闘を避けることはできないとアリスは理解する。言葉で伝わらないなら、アリスは剣を握りしめる。ナイトメアからキャロルを守るためではなく、前へと進むために。
息を止めてくれ。私は戦い続ける。ごめんなさい。アリスは命を奪わぬよう峰打ちでキャロルの意識を奪った。再び彼が目覚めた時、何か事態は好転するのだろうか。アリスは不安を胸に抱きながら規則正しく呼吸するキャロルを見つめる。どれほど時間が経ったのだろうか。ありがとう。意識を取り戻したキャロルの瞳には再び理性が宿っていた。しかし彼から告げられた言葉は知りたくない事実であった。端的に言おう。私は君の記憶に存在するキャロルではない。別人だ。